皆さんこんにちは。ジェットロトジーの時々でございます。本日は CPT ワールドウォーリアーの第3回大会が終了いたしまして、結果のご報告と振り返りをしていきたいと思います。毎回なんですが、ワールドウォーリアーとは何ぞやということなんですが、この大会はまずは5回のポイント大会が行われ、順位の応じたポイントを獲得していきます。そして5大会の合計ポイントが高かったプレイヤーはなんとカプコンカップ出場権が一発ゲットできるという。それだけではなくてですね、この5大会中成績の良かった3大会の、合計ポイント上位8名はワールドウォーリアー決勝大会という大会に進出することができます。で、その8人トーナメントの優勝者はこちらもまたカプコンカップ出場権がゲットできるという大会になっております。本大会ですね、日本はやっぱ平均レベルが非常に高い。プラス参加者もですね、今回も1600人ぐらいエントリーしていたということですね。厳しい大会で、ございましたが、今回の時戸さんはどのような感じだったのかという、ことでございます。でですね、前回は、誰が相手でも JP 一本で臨むという姿勢だったんですが、JP を使ってある程度自分の実力とかね、今まだね伸び盛りでございますが、今のところの自分の実力は把握できているつもりなので、今回は相手に応じてキャラを使い分けていこうと、そういうテーマを持って臨みましたと。まず、1回戦の相手は TKO17 さん。こちらはですね、モダンラシードの方でした。こちらはね JP で行かせていただき勝利することができました。そして次、高団子さん、京都の強豪ですね。高団子さんは、裕次郎くんとね、結構仲良くて対戦も結構しているだろうということもありので、毎使いなので、ここは剣を出させてもらって、噛み合いもありので、ここも2秒で勝つことができました。そしてその次の相手は熊三郎さん、剣の方でしたね。剣はね JP ですよ。これはね JP 有利だと思う。はい、ということで JP を出して勝利することができました。そしてその次の、中村さん、こちらはですねブランカの方なんですけど、これねキャラ結構迷うんだけど、結構ブランカ戦は、両方で練習できていたこともあり、両方できてんだったら JP で行くっしょってことで JP 出させてもらって、ランクマとかでも中村さんとは当たったりもするので、その時の、様子なんかを思い返しながら戦って、なんとかね、2対0で、勝つことができました。そしてオットプランのオラリンさんでございます。僕が動画を参考に、させてもらってるプレイヤーでもあって、何回かねリジェクトの事務所にも来てもらってスパイやってもらったこともあるんですが、かなり手強い相手でね、今回キャラも含めてちょっとお互い分かんなかったというのもあるんですが、僕は、JP で活かしてもらいました。でオラリンさんもですね JP 相手だったらなんか前よりも剣の方がいい気がするみたいなことをスパーしてもらった時に言ってて、そのなんか僕はその読みが当たった形になって、オラリン剣対僕の JP という感じになったんですが、結構いいとこまで行ったんだけどね、行ったと思うんですよ個人的には。ただですね、お互い切羽詰まった状況、向こうもバーンアウトしてるし、こっちももうあとちょっとで決めきれるんだけど体力少ないしドライブゲージも少ないっていう状況になった時に、なんかまごまごしちゃったんだよな。そういうプレッシャーかかる時に方向性をしっかりと決めていかないといけないなと、反省させられました。スコアは0対2で、オラリン君の剣に敗れてしまいました。強かったです。はい、そして、プールの、最後のルーザーズファイナルの相手は、後藤さんですね。後藤さんはいろんなキャラで、主に道着使いで、道着キャラクターはもう本当に、ポイント高いところまで持ってってる人なんですが、こちらもねキャラ誰が来るのかなと思って分かんなかったんですけど、道着相手だったら、JP で行こうと思って、で後藤さんの、使ってきたキャラクターはこれまた剣、剣から JP に変えてね、剣に負けまくってるようじゃ世話ないんで、ここね勝ちたいなと思っていたんですが、この試合ねすごかったっす。まず1試合いい感じに取れて、
2試合目もね1ラウンド取って2ラウンド目いい感じにことは進んで勝ち角まで行ったんですよ。勝ち角まで行ったんですが、橋のコンボで立ち台パンラッシュアッパー SA1 というなんかちょっとはしょっちゃったんですよね、その前のトリグラフを。でその SA1 がすっぽ抜けて、やらかした流れ悪いで、そのままそのラウンド落としの次のラウンドも落としので 1-1 になって、これはこの流れのまま相手に渡すわけにはいかないなと思いやったんですが、そんな思いも虚しく、これ後藤さんコンボきた、これ完走で終わっちゃうなって時に、なんとですね相手も勝ち角コンボをミスりまして、もうね本当にしっちゃかめっちゃかな試合だったんで、もうすごかったっす。いろいろありのでなんとか最後本当にもうドロドロでした。ドロドロだったんですが、最後の最後で僕の方に、勝利の女神が微笑んだという形になりました。これ本当にねやばかったです、はい。で 2-1 でトップ64に、進むことができました。でそこで当たったのがラオヤムヤムハイハイシェイジェ君、ベガ使いですね。これは、彼はベガ使いということも分かってまして、スパーでもお願いした時に僕は剣で結構ねいい感じに、対戦できたんで剣を選びました。ただねやっぱね相手もイメージが悪かったと思うんですよ、僕とやるときに。なのでね想定とは違った行動を序盤結構ねお総せでやられてしまいですね、1試合あっという間に落としてしまったんですが、それでもなんとか自分のプレーをね信じてというか、徐々に対応できたのが、今回勝つ要因につながったんじゃないかなと思います。ラオヤムヤム君にはシェイシェイって呼んでくださいって言われたんで、シェイシェイ君には、2-1で勝利することができましたと。そして次の相手の、MK さん、この方はですねよくランクまで僕当たります。モダンエドの方ですね。そんなに自信がある組み合わせというわけでもないんですが、JP で行ってうまくねインパクト噛み合わせたりだとか、そういうことをなんとかやりまして、で最後は橋のインパクト返しでございます。見事にねインパクトを、打ってくれてこっちも返すことができたということで、銀セレでトップ32に進むことができました。そこで待っていたのが、キーさん、もともとホンダを使っていて今はベガブランカを使っているということで、今回僕は先に JP を出しまして、でキーさんのベガに感じが良くなくて、1回取られてしまったので、剣を出しました。で剣でベガを倒すとキーさんが待ってましたと言わんばかりのキャラ変更でブランカが出てきまして、もうね剣でのブランカ戦も自信があったんですが、先ほどの、MK さんとの試合の最後はインパクト返しで、勝利することができたんですが、キーさんとの試合では橋のインパクトで勝負を決されてしまい、スコアは1対2で、敗北となってしまいました。なので時戸の順位は25位タイで、3ポイントゲットで、今回のワールドウォリアー3を敗退してしまいました。とはいえ全くダメだったという感じではなくですね、今回自分の JP の動きをワールドウォリアーという大きな舞台でちゃんと出すこともできたと思いますし、2回負けて何の言い訳もできないんですが、道中ねかなり強い相手とも戦うことができて、その中でしっかりと自分の動きはできたんじゃないかなと思う試合もあったので、それは自分の収穫としていきたいと思います。で今回3ポイントゲットしたことで、私は合計6ポイントで、順位は、50位タイと、これをなんとかして、9位まで残り2大会で上げないといけないと精進していきます。そしてですね、上位入賞プレイヤーとキャラクターなんですが、サハラが、鳥飯さんをグランドファイナルでリセットして、優勝と。強いね。
彼は、今年のカプコンカップもう決めているんですが、ここ、日本のねワールドウォリアーでもポイント、1まっしぐらということで、これは手強い。で2位は鳥メスさん。個人的にはね本当に最近 JP 使っているということもあり、竹竹ピアノさんの JP かなり注目しております。僕もランクもかなり回して戦うこともあったりとか、あとは彼の試合を見てるんですが、もうとにかくね安定感抜群で、ポイントも常に僕より高いです。ぐらいねよどみなく JP を動かせるようになって、さらにね自分のオリジナリティも出せていければなとは思うのですが、なかなかどうして難しいゲームでございます。これからも JP を信じてね一本でやっていきたいと思います。そして、3大会が終了した時点でのポイント順位はこのようになっております。今のところ1位の響君が57ポイント、2位並んで、51せいや。でもこれはポイント条件で51が2位ということになってますね。私はね、6ポイントで今50位。残り2大会で9位ですかね。でもワールドウォリアーどっかでやっぱりトップ8に入るっていうところは一つ目標にして、そこから伸ばしていくことができればなと思っております。第4回のワールドウォリアーは11月30日と、なっております。約第4回1ヶ月後になるので、それまでにねまだまだ、伸びしろあると思いますので、そちらの方頑張ってまいります。はい。そしてさらには、今週末中国プレミア大会もあります。そちらはね、3位以内に入ることができれば、おそらくカプコンカップにポイントで進むことができるんじゃないかなというところにつけてますので、なんとかして頑張っていきます。それでは本日はこの辺で、また。